ね、世界に通用する馬を目指すということでね、これ南半球の馬なんですよね。種付け料1回で3200万する。いろんな世界の G1 をね、初年度3区が勝ちまくったんですよね。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。はい、今日はね、これ最後の今年最後の新馬紹介になります。まとめていきます。大胆ですね。そう、ちょっとね多すぎてね、ちょっとねほんまよくわからなくなってきて。でね、今回はね、ちょっともうだらだらいくもあれですしね、もうデビューも近づいてるっていうのもあるんでね、すべてまとめていきます。お願いします。はい。じゃあまずね、1頭目、はい。ベラジオワールド。おお、ワールド。もう馬名もね登録されてて、もう決定はしてるんですけどね。でこの馬名の由来は、まあ冠名がねベラジオなんですけどね、一応世界をね目指すっていうことで、文字通りですね、世界に通用する馬を目指すっていうことでね。っていうのもね、この馬ね、海外から実は買い付けしたんです。そうですか。今回の馬はね、全部海外の買い付けされた馬になりますんでね。父がね、エクシードダンスですね。で母がビーちゃんって言いましてね。で生年月日がびっくりしますよ。2022年の10月22。遅い、早い、もうわからないとこですね。そうね。どこなんですか。さっきのねチャンネル、ベラジオチャンネルがね、2022の5月30やってたじゃないですか。これで超遅生まれやってたでしょ。この馬は2020年の10月22なんです。これなぜか。めちゃくちゃ遅生まれじゃないですか。生まれるんですね、その時期に。これね、なんでか言ったらね、実はね、これ南半球の馬なんですよね。南半球、要はオーストラリアでね買った馬なんですけども、南半球で生まれる馬ってね、種付けの時期が違うんですよ。なるほどなるほど。それでね、大体日本のね馬と比べて半年ぐらいね、約ですよ、半年ぐらい遅く生まれてくるっていうかね、ちょっとそういうのがありましてね。で生産者もね、ベインリースタッドっていうね、オーストラリアねなります。初めましてですね。そうでこのね繁殖、当然ですけどね、繁殖牝馬から日本でねこう走らせる子供ですよね。この馬が最初なんですよね。でこの馬自体はね、まだまだねちょっと若いんでね、これからいっぱいねちょっとね存在ねどんどん生まれてくるとは思うんですけどね、一応ねネット競馬とかね、それで調べたらベラジオワールドしか出てきません。わかりやすい。ちょっと情報がねそれも少ないんでね、現地ではどうなのかっていうのはちょっとね掲載されてないんでねあれなんですけどね。でこの馬はね今年のね実はねセレクトセール開催時にね、実はチャンピオンファーム様に訪問したんですよね。来てくださいということで、それ動画でもねこれあるんですけども、その時にチャンピオンの中村社長からね、どうしても見てほしいと、でおすすめされた2頭のうちの1頭になるんですよね。で実はこの馬がこの中村社長がご自身で昨年ね、オーストラリアまで行ってね、それで買い付けされた馬なんですよ。でね、馬格っていうかね、動画でもね見てもらったらね、馬格がすごいあってね、こう堂々としてる雰囲気、それでもうそれやのにこの馬はね半年遅く生まれてるわけじゃないですか。やのにそういうね雰囲気を持ってたんでね、これはいいなと思ってね、ちょっとね即答でちょっとねこの2頭のうちの1頭、2頭ともなんですけどね、ちょっと購入に至ったんですけどね。で購入後っていうのはね、北海道のねチャンピオンファームの隣にありますね田口牧場様でね育成をねちょっとやっていましてね、で現在は美穂なんですよねこの馬。うち中央は全部立冬じゃないですかね、上村先生筆頭にね。この馬は実はね美穂の伊藤大志先生ですね。厩舎にもうすでに入厩してまして、ちょうどね昨日ですねゲート試験にも合格したんですよ。着々と。そう、それでねチャンピオンヒルズの大西厩舎長のところにね、これはいつものパターンですよね。戻してで育成を積んでまたでデビューを迎えるっていうような感じになりますね。でね美穂からねじゃあ滋賀ってねちょっと遠い遠いイメージです。でもなんか行くらしいですね、行くとこは。なるほど。当然ねチャンピオン言ったら中村社長のねところでもありますしね、自分のとこでちゃんとやってね、それ大西ね厩舎長なんでね信頼っていうかねあるんでね、っていうような流れになってます。それでね血統で言いますとねこのエクシードダンスなんですよね。このベラジオワールドですよ。で日本でのね馴染みってねこれまだまだなくてね、実績もね
海外とかも含めたらね、これからの種牡馬って言われてるんですよね。はい、でね、注目するのはね、実はねこの馬の父親なんですよ。お父さん、はい、この馬の父親はねエクシード&エクセルっていう馬でね、はいはいはい、この馬ねどういう馬かっていう馬ね、もう答え言いますけどね、はい、ジャスティン・ミラノ、はい、ね、の母父なんですよ。ジャスティン・ミラノの母父、ダービーでね、はい、今年のダービーでね、はい、一番人気になって、そうですね、次天皇賞でね、ベラジオオペラとおそらくね、はい当たると思うんですけどね、はいこれめちゃくちゃ強いんですよ。はい、ジャスティン・ミラノの母父なんですよ。はいはいね、でね、まだありますよ。日本でのね頭数って少ないですけどね、このいわゆるサイヤラインですよね。はい、3歳牝馬路線でね、クラシック逃がしてるね、オークスでもね3着とか入ったもん、ライトバックライトバック、はい、もうね実はね、母父なんですよ。ああ、もう同じ血を持ってるんですね。そう、エクシード&エクセルがね、だから、はい、何が言いたいか言ったらね、はい、日本の適性っていうか、もうそれはねもう証明されてるんですよ。ね、なるほど。でおそらくこのサイヤラインっていうかね、このエクシード&エクセルからのねこのサイヤラインっていうかね、そういうのってね、結構ね増えてくるっていうかね、それでそのオーストラリアなんかでもそうなんですけども、はい、大手の牧場さんもね結構買い付け行ってはったみたいでね、だからねこれからどんどん増えてくるうちの、はい、一頭ではありますね。だからこの馬ははい、そのエクシード&エクセルの子供のエクシードダンスのその子なんですけどね、すごい期待できる、ね、一頭ですね。はい、謎が多いですよ。でもやっぱりね母系とかもねちょっと謎が多くてね、ちょっとねっていう大丈夫なのかなっていうのはあるんですけどねでもやっぱりオーストラリア系っていうかね、合ってそうな気はしますね、日本競馬にね。実際日本からオーストラリアに行ってねこう勝負してねこう勝つ馬ねいてるんですけどね、そういうのも含めたらねすごい期待できる。それでね、次がもう一頭、2頭目、ベラジオ・ボヤージュ。聞いたことあります。はい、ね、このボヤージュっていうのはね、なんていうんですか、後悔する冠名、このボヤージュっていうのはだからね実はね園田の風立ちぬ、そうですよね、聞いたことあります。ベラジオ風立ちぬかベラジオボヤージュかってね、そうですそうです。園田のファンの皆様、場面応募して2番目に多かったのがボヤージュだったんですよ。それでね、いわゆる世界を目指すっていう意味でも世界を後悔するっていう意味でね、この馬も世界的な血統の馬なんでね、今回ちょっとそれを採用させてもらってね、なんとここでベラジオボヤージュ、ボヤージュも入りましたね、はいなります。はい、父が、これねもう知ってる方はね知ってると思うんですけど、ウートン・バセット、母がチェッカーボードっていうんですけどね、で生年月日が2022年の8月31、半年遅れなんでね、半年遅れ、ワールドよりはでも早いですよね。で、はい、一緒ですよね。生産者がちょっとこれ合ってるんかな、ヤラマンパークスタッドね、全部英語表記っていうかね、表記なんでなるほど、そう翻訳したらそうなってたんですけどね。で、一緒ですね。この繁殖牝馬から要は日本で走らせる子は最初でね、ね、ちょっとまだ謎っていうか、まだわからない部分が多いんですけどね、やっぱりね血統で言ったらねこれね一番注目すべきがねやっぱ父親なんですよね。ウートン・バセット、この馬ねおそらくね知ってる方は知ってると思うんですけどね、この馬ってねアイルランドでねクールマスタッドっていうところでね実はね昨年発表されたんですよね。種付け量がね15万ユーロからね、20万ユーロに引き上げられたんですよ。高くなった。去年ね、去年年末ぐらいですかね。で日本円で言えばね、20万ユーロって何倍思います今？800万ぐらい。3200万。全然違うとすみません。3200万。そうこのウートン・バセットは種付け量1回で3200万ですよ。の実は超有名な海外ではね高いですね。でこのウートン・バセットってね、そもそもこのドンカスターセールですかね、それ1歳市場にて当時のレートでね日本円でですよ約725万円でね実はね落札されたんですよ。ね、1歳で僕らがサマーセールとかセブンセブンまで行くのと一緒でね、725万で要は購入されて、で2歳児に6月にデビューしてね、なんか5戦してね、G1 含むですよ、いきなり5連勝したんですよね。それで、そのロンシャですよね、フランスでね。でフランスの2歳ボバチャンピオンに選出されたんですよ。で3歳児ねは4戦して全部勝てなかったらしいですよ。
波がすごい。そうで、もうそれでね、その後にもう守護馬として、ね、スタートしたらしいんですけどね、まあ、2歳児はめっちゃ強かったと。でその後勝てなくて、要は守護馬として派用されることになって、で初年度の種付け料は日本円でね80万やったんですよ。安いですね。だから安い、正直言って安いんでね、めっちゃ期待されて守護馬になったわけじゃないんですよね。でもいきなりね、初年度3区から、まあフランスのね、ブツ、フランスダービーね、まあいろんな要は世界の G1 をね、初年度3区が勝ちまくったんですよね。で、その翌年のね、年に種付け料が一気にね266万まで上昇したんですよ。でその後もね、3世代目も3世代目ですよね、3区も好調で、で4世代5世代からもね複数の G1 馬を出してね、うおーってなったんですよね。で、6世代目ですよね、これもね G1 馬ですよね。もうねほんまなんせ出しまくったんですよ G1 馬を海外でね。でトップサイヤーの仲間入りを果たした言われてるんですよ。芝馬になってよかったんですね。そうだから守護馬になってとんでもない成績をこう遺伝ですよね。だから自分よりもそのねもっと奥の地ってあるじゃないですか。そういうのも全部こう遺伝しやすいんでしょうね、過去の名馬たちのね。で、まあいわゆる早熟系だった父ですね、ウートンバセット自体がね2歳で買ったんですけどって言ってね、こう早熟系と思ってたんですけど、なんせ子供たちはねやっぱり成長力があるらしいですよね。が特徴でね、あと距離っていうかね、本当にマイル以上得意とする。だからダービーとかね、さっき言ってたね2100とかもうね2400とかそんなばっかりじゃないですか。だからそういうのも得意とするものでめっちゃ多く出してるんですよ。で先日ね凱旋門賞行われたでしょ。ね、日本もね待望っていうかね、みんなで応援してた新エンペラー、ね、日本の馬もこう出てたんですけどね、実はこの凱旋門賞にアイルランドからねウートンバセット3区出てるんですよ。どうでしたか結構。その馬はね、アルリファーって言うんですけど、アルリファー、この馬なんとね誰が乗ってたと思います？わかんない。凱旋門賞見てなかった？見てないですね。なんで誰やる？日本のジョッキーが乗ってますか？そう、ルメールさん。失礼しました。武豊さん。どっちかなと思って。なんとね、なるほど。そう、このウートンバセット3区にね、武豊さんが乗ってたんですよ。でこの馬結構有力やったんですよね。まあ負けちゃったんですけどね。でもそれぐらい今ウートンバセットの子供ってね、この凱旋門賞にも出るぐらいのね、すごい勢いのある守護馬なんですよ。なるほど。でね、まあご縁あってね、こういうねウートンバセットってね言ってたんですけどね、この馬牝馬ですよね、うちは。なんですけどね、まあ一緒ですよね。購入後はねまたチャンピオンファームの隣にありますね田口牧場様で育成をねちょっとやっていただいてね、この馬は一応ね美穂ですよね、一緒です。一緒です。上原勇気厩舎ですね。先生に入居予定となってます。でね、まあ一応そういう感じで、このねウートンバセットのベラジョボヤージュっていうのはねゲート試験とかもまだなんですけどね、まあだからワールドが早かったでしょうね、成長っていうかそういうのも含めてね。順調に仕上がってるんですけどね、このベラジオボヤージュもねすごい今順調に来てるってあるんでね、まあもうそろそろね入厩してゲート試験とかをね受けていってね、それおそらく年内デビュー、ワールドの方は年内デビューはおそらくいけますけどね、まあ年明けぐらいのねボヤージュもデビューをできればなっていうのは考えてますんでね、先生たちがねぜひねこの2頭ご期待していただければと思います。じゃあそれではね長くなりましたが、これで2024年度か新馬紹介は全て終了なんで、来年はね11頭の今ちょっと多いね。ちょっと早めから始めないと、いやあれですね。まあねちょっとそれはねまた頑張ってやっていきましょう。じゃあ皆様ご期待くださいませ。さよなら。さよなら。And the beat drops.